美味しいお寿司はお客様の前に出されるずっと前からすでに始まっている。東京日本橋、屋台から始まり130年以上の歴史を刻む蛇の市本店。今回はその美しい一環を生み出す誰の目にも触れない静かな時間、仕込みの裏側に密着します。まずは豊洲市場のマグロ専門仲卸大善から届いた見事なマグロ。職人の手によって流れるような手さばきで作取りされていきます。大体1日で頃は終わります。直接当てると身が傷んじゃうんで、必ず昔からさらしを、ちょっと当てるっていう感じ。蛇の市のマグロの仕込みにおいて最大のこだわりといえるのがこの中トロの作付け。冷蔵庫がなかった江戸時代、傷みやすいトロを保存するための知恵だった漬け。切り身ではなく柵のまま漬け込むことで、外側にはしっかりと醤油の旨味を含ませつつ、中心部はマグロ本来のフレッシュな味わいと良質な脂を残すことができます。料理酒と、はい、自家製。これはちょっと辛口の赤酢と塩のキリッとしたシャリに上質なバターのような濃厚なコクが合わさる至福の仕掛けがここで施されていくのです。握り寿司の時のその誕生した江戸時代とかは基本的には漬けといえば赤身だと思うですよね。だけど多分江戸っ子って基本的にケチなんで中トロ捨ててたとも思えないんだよね。だからそれをこうやってうちなんかは漬けにして中トロ漬けにしてお客さんに出せる時は出して、でちょっともうあれかなと思うと焼いて食ったりとかしてたっていう。この部位は何用に使うんですか？これ叩きですね。お昼はやっぱりビジネスマン、夜も多いか。あとやっぱ三越とかあるんで、買い物の人も来るし、そういう人たちがもうみんなでこう楽しむ町寿司。その中のできることを全力で取り組む究極の町寿司を目指している。ちなみにその職人技がより必要になってくる高度なネタというか、仕込みが難しいのっていうか、さばくのはもう数こなすしかないし、例えば小肌とかアナゴもそうだし、そうやって火を入れたりとか、そうハマグリとかやっぱりそういう系かな。ちょっと少し慣れてから、そっか、さばいた後の方がやっぱりより塩梅が大事になってくるから、さばくのは本当にやり込むしかないみたいなね。続いては江戸前寿司の花であり、職人の腕が最も試されると言われる小肌。かつて煮ても焼いても食えないと言われた小魚は、塩と酢という魔法によって200年前から寿司界の傑作として君臨し続けています。当てる塩っていうのはちょっと旨味の強いいい塩の方で、よく臭みを出すのが目的っていうのはもちろんそうなんですけど、塩もやっぱ浸透するので旨味も含ませる塩って選んで、能登の塩だ。やっぱりこれだけいろんなお客さんが来られるお店なんで、小肌の仕込みの数も全然違いますね。その日の魚の大きさ、脂の乗り、さらには季節や湿度、すべてを指先と目で感じ取り、塩を当てる時間、酢で締める秒数を微調整していく。魚との無言の対話がこの美しい銀色の輝きを生み出すのです。先代要は父親の4代目の時はなかなかもうつけ場とかにも立てれる状況じゃないっていうか、そういう状況の中で好きなことやんなよって、僕もやっぱり高校出た後その調理師学校行ってたんで、とりあえずフランス料理の老舗を2年間ぐらい接客とで魚居酒屋さんとかをお寿司屋さん以外で展開をして、いろいろ魚とかをさばける練習にもなる場ですね。それから
焼きのんだ焼いたり、その時は揚げたりとかいろんな魚とかを経験できるので、穴子専門店という居酒屋さんが当時としては20年以上前ぐらいから珍しかった、うちが穴子定評がそういうのを生かしてサイズ指定してるわけじゃなくて、基本的にはその時のいいやつ。僕がやっぱり好きな煮穴子で好きなのが100g 前後のやつがよくて、でそれは一応リクエストはしてるんですけど、それがもう毎日いいわけじゃなくて、今日はちょっと130ぐらい大きいやつがあるから、今日はちょっとレソっていうのはちょっと細くちっちゃくなっちゃうんでこっちの方がいいとか、そこはやっぱ仲買と合わせて絶対にこのサイズでっていう指定はある程度しない。これは三温糖、ね、コクが出る感じです。コク、これはちょっと特製醤油、特製醤油薄まっていく色で大体毎回決めて感じです。っていうよりは毎日の汁を今度取っといて煮詰めに変えるっていう絶やさない。極限まで柔らかく煮崩すのではなく、あえて魚としての心地よい食感をわずかに残すのが蛇の市流です。合わせるのは創業の明治時代から100年以上にわたり火を入れ継ぎ足しながら守られ続けてきた秘伝の爪。決して甘すぎずどこかビターで奥深い大人の渋み。この黒く輝く一滴一滴に蛇の市130年の歴史そのものが溶け込んでいます。東京のみで初期展開してきた寿司店検索アプリ酢飯ですが、この度大阪エリアを新たに拡大、掲載店舗も続々追加中です。東京も大阪も寿司店探しはこのアプリで無料ですので、ぜひ使ってみてください。タイメイさんがのお母さんがコレクションしてた食べてました。タイメイさんもほら再開発でお店移動するときにうちの玄関の前に2匹置いてある。それ明治時代、そこの寿司って書いてあるのがうち。多分その後ろにさ建物みたいなのが建ってるのが、はいはいはい。それがね多分魚屋さんなんだよね。そこの向こう側が川なんで、そこから荷物を下ろしてその前の店で売って、でそれが終わった後に屋台引っ張ってきて、みんな天ぷら屋だとか寿司屋だとか蕎麦屋だとかがそうやって売ってて、で買い物に来た人たちが食って帰る。この辺がやっぱそういう商業の中心だってことは間違いない。もともと日本橋はあれ魚河岸があった場所なんで、どこどこが産直でいつもどこどこの漁師さんから買ってるっていうよりも全国から集まってくる市場で買った魚で、まあ今日その日良さそうなのを選んで使う。鮮やかな紅白が目を引く車エビ。茹で上げて旨味を閉じ込めるだけでは蛇の市の仕事は終わりません。茹で上がったエビをさっと甘酢にくぐらせる。そして握る際、シャリとの間にほんの少しだけ忍ばせるのが芝エビのおぼろ。甘酢の酸味、おぼろの甘み、エビの旨味、そしてシャリの塩気。口の中で完璧なバランスを描くための見えないひと手間がここに隠されています。ポイントはから刺してやっぱしっかり打たないとこう茹でるとこうなっちゃうんで、こうまっすぐこう身に刺さらないようにギリギリを狙ってこうし
こっからなんか穴があって、ここにお尻みたいなのをピッて出して、こうギリギリ。最後は真っ白なキャンバスのような白イカ。職人が滑らかな手つきで無数の細かな隠し包丁を入れていきます。これは単に形を整えるためではありません。口に入った瞬間、心地よくほどけ、イカが持つねっとりとした強い甘みを一気に爆発させるための計算し尽くされた刃の軌道。輸送技術の進化によって美味しく味わえるようになった現代のネタにも江戸前ならではの丁寧な仕事が光ります。接客だけかと思ったら仕込みもされてるんですね。そうです。これは白イカですね。白イカ。はい。ちょっと綺麗に周りの薄皮を取って手間かかりますね。これが大事なんです。今6年目ぐらいです。30です。もともとは近くの割烹料理屋豊田さんで働いてたんですけど、そこが立て直しで紹介されたのが、もともと寿司もやりたかったので、母方の実家なんですけど、佐渡で祖父が寿司やってて、今おじさんがそっちでまたやってる。サウスポーなんですか？そうです。じゃあこれも左利きのそうですね。左利きっていうか、それ用にしちゃったみたいな。両方茶なんですけど。握るときは右なんで。これ上の部分っていわゆる耳ですか？耳上の方ってペンの方ですね。これ分けてるのは、はい。一応分かりやすいようには。僕はちなみに本体も好きですけど、はい、耳とゲソが好きです。しかも生の。朝の時間の5分間そう。大丈夫。これ握りになると、いわゆるこっちの格子の方が上に来る。そうです。上でもうこれが裏面なんで、こっちが表面。表と裏って表面がイカがあるじゃないですか、見える側が表、皮がついてた方が表に、で裏が内臓とか入ってる。よくあるのが、ここ触るとこっちが中側のあれなんですよ、軟骨なんですけど、トリキュみたいなの、それなんか内臓がくっついたりすると思う。確かにやっぱ違いますね、微妙に。そうです、光沢とか、色合いがちょっと、確かにやっぱ表の方が綺麗ですね。帽子かぶるともう本当営業始まるぞって感じですか？そうですね。あとは前掛け締めると。前掛け、はい。いかがでしたか？これらの静かな仕込みの時間は極上の味わいを生み出すための序章に過ぎません。職人の技が込められたネタが開かずのシャリと出会い、美しい一貫として花開く瞬間。その全貌は後日公開の食事編にてお届けいたします。130年進化を続ける江戸前の粋。次回の配信をどうぞお楽しみに。